初のルームツアーになります。25年前に建てたお家です。サロンも兼用になってて、私も2階で住んでますけれども、ここに家族で越してきて、そしてその後ガーデンズが引っ越ししてきました。なので子供が小さい頃はもうここが、子供が宿題したり一緒にご飯を食べたりテレビを見たり、そんな空間でした。なので一番最初ここに事務所が来るとは想定してなかったので、家族みんなで、主人とかがお料理が趣味だったので、なのでお料理をしながら家族と話をしながら、主人が仕事をしながらお料理もできるっていうことで、こういう対面のキッチンになったんですが、普通は流し台がこっちね、大体どこの家でも流し台がこっちで、うちの場合は後ろが流し台になってます。で、ここは実はシュッと開けるとガスコンロが入ってます。で、その時に大体洗い物しながらおしゃべりとかしてても聞こえないし、テレビも見えないしっていう話になって、で、対面がガスだったんです。で、調理器具ならお鍋見ながらとか、ね、食べ物はちょっと難しいかもしれないけど、そういう意味でみんなで話ししながら友達が集まっても楽しいんじゃないかっていうことになって、大体の家と反対だと思います。それで今はここがサロンでも使ってますし、火を使わないときはこの上に、板を乗せてこう広く使えるようにしています。でも最初から考えてたわけではないので、って途中で思って、昼間はこの方が使いやすいなということで後から作りました。なので背中が流しになっています。で、こういうところにも刺してお皿が置けるように考えて、奥行きはもうかなりあります。普通より90センチぐらいあるかな、80ぐらいかな。はい。で、うちはほとんど収納は収納の部屋に入ってて、あとは見せる収納ってここを設計した方に言われて、見せると不要なものがないだろうと、一つ一つ選んで好きなものが見えてる収納がいいんじゃないかっていう提案を25年前に受けたんですね。で、新築をするにあたってそういう風な暮らしに自分もしていけたらいいなということで、25年の間に好きなものも変わりつつ、でもそれが使えてるアスティエであったりロイヤルコペンハーゲンであったり、自分の好きなものを日々使って、そして洗ったら飾る。カップとかもレンネが好きだから、それをまた飾りにもなるし、使う時も楽しいし、25年暮らしてると自分の好きなものは変わってきたけれども、でも変わらないベースもあって、で新しく取り入れる時にも自分の全体に合ったものがスッと手が出ていくようになりますね。最初は本当に分からなかったです。最初は本当に私、北欧の行ったらいいからなんですけど、大体25年前に白い食器がなかったので、新築した時に一番最初に揃えたのがこれになるんですね。アラビアって書いてある。そうアラビで全部揃えてみたんですね。そこが始まりで北欧っていうことを知って、でもイギリスに通い詰めたので、イングリッシュガーデンからイギリスとか、そしてフランスとかってだったんですけれども、最後に好きなものは北欧にあるんだなっていうことになって、アイテムが北欧のものが増えている。まだ途中です。そんな感じで、もう必ずグリーンも欠かせませんしね、お台所には必ず何かのハーブが刺さってる、いつも刺さってるとか、いつもある状態で、
誰が来てもここからチチって葉っぱちぎってお菓子の横に乗せたり、お部屋でね、自分が洗い物してる時にも前にグリーンがある方が素敵ですし、そんなことでここは飾りながら、自分を使うものを乾かしたりね、並べたりしています。で、こっちは調味料とかもありますね。で、観葉植物も、それに合わせて、キッチンに重たい鉢はどうかなと思ったので、こういうガラスを使っています。ガラスの筒の中に観葉植物を入れて、これは上のところでちょうど止まるように、実はマスキングテープで少し動かないように植木鉢の周りをして上にパカッと置いてるだけです。それで高さを自分なりに出して、でもこの辺の調味料も自分がなんか可愛いって思ったような、この後瓶が使えるとか、美味しいっていうオリーブオイルですけれども、これもそうだけれどもビネガーだけど、この後花瓶に使おうと思って、そんな視線もこうあって、いつも瓶を見るときに、買ってこう使いながら飾りながらやっています。これなんかも京都でビネガーをつけて自分で好きなものをチョイスしてどんどん重ねていけるんですよ。なんて可愛い瓶だろうと思って、食べるよりは飾る、食べる、飾る、その後も使えるっていうような目線が最近なんか無駄がないなって思っています。あとコンポートが大好きで、結構いろんな種類のコンポートを集めてはいます。ここにあるだけじゃなくて、お菓子出す時も本当にこのコンポートの上に出すと素敵に見えますし、普段こんな風に蓋付きのものはね、外国行ったらこうやってケーキとか置いてあって、どれにしますかって、スウェーデンに行ったら大体こういうのがうわーっとなってます。それにも憧れて、わざわざパンも買ってきたらこれに入れてみます。そんなことでここがキッチン。高くしてもらったのね。それで、観葉植物を上から垂らしたくて、で2階に踊り場を、人が行かない踊り場なんですけども、2階に上がるところで途中でフロアを作って、でそこに、観葉植物を飾っています。でそれがどんどん伸びてきてね、かわいいかわいいですね。伸びてくれて、そんな形で、上から下にの植物も飾れるところがあります。このテーブルはね、20年ぐらい前に仕事で目黒を歩いてて、突然大雨が来て、もう飛び込んだアンティークショップで1時間以上出られなかったのね。傘持ってなくって、すごい雨で。それでそこでアンティークショップだったので見てる時に、あれって自分が買える手頃な値段のテーブルがあったので、インテリア北欧にしようと思ってたのに、イギリスのアンティークを買ってしまいました。だから色がね、ここだけトーンがダークなのね。だけどそれに合わせて、その後、フランスが好きになったから、フランスのチェアを合わせて、もう本当にいろいろ自分が進化してきて、今だったらこれを選ばないかもしれませんけれども、選んだものをこうミックスさせて、グリーンを入れることに入れたらちょっと調和されてくるので、そうやってどんどん好きなものは変わってますけども、調和を一生懸命させようとしています。それでここには大きな壁があります。
で家を建てる時、私もともと建築からインテリア、そしてインテリアから庭の職業になりました。なので、ある程度建築のことも分かってて、インテリアのことも仕事としてたので、自分の家を建てる時には絵を描けたりする、あとチェストを置いたり、そういう、場所が絶対必要と思ってたので、壁ありきの家なんですね。大体の方が窓窓っておっしゃいますけれども、絵を描けたりチェストを置いたり、自分の、空間を楽しめる、そういう壁が欲しくて、壁にこだわりました。で、窓は外観から見て、外観がかっこよく見えるような窓の配置っていうことを意識したので、こちら北側なんですけど、窓がなくて、で大きな壁を作り、そこに絵を描けるのが夢でした。で、ちっちゃな窓は下にあるんですよ。グレースがお庭を見るちっちゃな窓があって、私も歩きながら足元が、見えるような窓ガラスがあって、でそこから庭を見ています。でそこに持ってきたのは黒のチェストなんですね。でこれはベルギーのものなんですけど、フランスの見本市に行った時に、なんか衝動買いをしてしまいました。あんまり日本で見たことなかったので、はい。でそれで、この間からずっとこの辺りを、ソファーをね変えたのがきっかけで、全体にシックにまとめようと思って、このチェストの上のあたりも変えました。でこのランプはもう25年前に新築した時に買い求めて、イタリアのものなんですけど、傘だけを3年前に、新しく、白だったので少しね汚れてたので取り替えをしたぐらいで、あとずっと使ってます。もうすごいね、やっぱいいものは20年以上経っても同じものがあるんですね。でなんかこれなんで選んだかって言ったら、ちょっと今これ引っ掛けてますけど、子供が触れたところであんまりひっくり返らないんですよ。下にこうなってる。で子供が小さかったので、走り回ってこういうスタンドをひっくり返して怪我をしてはいけないなというところから、あとデザイン性もいいなと思って選んだランプです。ここね、照明器具がほとんどないんですね。壁付けの照明器具だけだったので、今シャンデリアをぶら下げていますけれども、全部、こういうスタンド式の明かりを使って、夜は暮らすっていう風なことで出来上がった家なんです。はい、で、2つ買ってたので、今回このチェストを真ん中に入れたら、両サイドに置いてみました。シンメトリーがね完成したんですね。で、真ん中に山口一郎さんの絵を描ってたんですけど、どこに描けようかと思ってた、ずっと持ってた絵なんですけども、私が、花の絵は好きですけど、この色に触れたんですね。青磁色が大好きなので、でもうポツってやりましたねオンラインで出た瞬間に。で枠はナチュラルな木の枠で、全然うちにぴったりの木の枠がついてたんですけれども、この度、シックにちょっと黒を取り入れて大人なインテリアにしたいなと思っていたので、額装屋さんに行って、友達のインテリアコーディネーターさんにアドバイスをいただいて、こういう枠にして、ちょうどここに持ってきたらぴったりでした。で、去年ですね、北欧のね、この鳥さんをお迎えしたんです、2つ。もう絶対欲しいって思ってて、高松美術館で北欧展もやってて、でその時に、こういうね鳥がね出てて、それでもう欲しくてで、たまたま知り合いが紹介してくれて、いっぱい持ってらっしゃる方から、譲って、買って帰りました。それがたまたままたちょっと光り物だったんですね。私に珍しく。私はナチュラルなものを大体選んできたのに、なぜかその時にちょっとゴールドが入ったり、ちょっとなんかシルバーメタリックだったりっていうのを
なぜか選んでて、で最初は選んでしまったんだけれど、どうしようって思ってたんですね。実は箱にしまってありました。そしたら、今回ちょっとここをイメージ変えようと思った時に出してきたらぴったりで、それでこの食台も前やったのと変えて、これはサラグレースさんで買ったものなんですけれども、あえて高さ違いで置いてみて、色のろうそくを置いてみました。で観葉植物をちょっとシックなのを見つけたのと、あとこれはね、ビーグリーンさん、うちが取り扱っているビーグリーンさんの室内用のゆめく使った植木鉢なんですけれども、ちょっと北欧をこの辺に取り入れて、あとはもう前からあったものなんですけど、アスティエが割れたからちょっとお皿として使えないので飾りとして使ったり、旅の思い出の小さがあったり、ここで買った葉っぱとかいろんなここで買ったものを少しここを集めるコーナーに今していってます。これね、お庭で育ててる松の木のようなクリスマス頃に活躍する枝なんですけど、それをドライにしたものです。で観葉植物とかもちょっと高めにねセットして、なんか変な形なんですけど、どうにかして使えないかなと思って部屋であちこち持って行って使ってるんですけども、ヒンメリが来たので、すごい木がこういう形の木を活躍さすことができるなと思って木にぶら下げてバランスをとっています。ここはよく私が背景にして、YouTube の撮影もしているところですけれども、このテーブルも実はパリで買いました。でパリの展示会で買ったんですけど、届いてびっくり、これぐらいの高さあったんですね。パリで買った時は自分がブーツを履いてたの、ヒールの高い。それで座ったり立ったりして何にも気づいてなくて、気がついたのは届いて座ってみてびっくりしました。こんな高かったね。インテリアを見に行く時には日本の家だと靴を履かないので、もう舞い上がってしまってで、大きなミスをしてしまいました。ただ足がアイアンでできてて、でデザインのちょうどいいところの下のところをカットしても体力的に大丈夫だったので、それで今の高さになっています。で椅子とかも、これはデンマークのレネっていうところのお外のお庭用の椅子です。でもデザインが好きなのでそれにしました。でこっちね、ここは最初私のデスクにでもしようかなと思ったんですね、本当は。ここを私のお部屋にしようと最初計画があったので、ライティングできるようなものを、買いました。でそれも本当に15年ぐらい前かな。で一番最初に揃えたこのイタリアの照明器具は、上のシェードが白だったんだけれども、15年経ってね、20年ぐらい経って、そのシェードの色がいろいろ出てたんですね。日本じゃあんまり考えられないですよ。同じ商品がずっと残ってて、それも照明器具がで色までバリエーションがあって、じゃあこの色が可愛いと思ったので、この色に変えた時にちっちゃい子が登場してたので、ちっちゃい子も購入しました。これもね、チャラ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 かけてますけど、雑貨屋さんで見つけた葉っぱのようなものがついたものとか、これね、蝶々とかなのね。あと葉っぱとか見つけたらなんかすぐ買ってしまいます。この辺の葉っぱも多くの葉っぱで北欧で見つけました。だからこんなのをちょこっとかけたら可愛いなと思って、そうやってあちこちにそういうものがあります。でここはもう結局私のデスクではなく、飾りをするテーブルになってしまっていますけども、去年見つけた
ね、この鉢がもうメインでここの空間をコーディネートして、でその時に一緒に虫眼鏡も売ってたんですよ。置いてあったから「これも売ってくれますか?」って言ったら売ってくださって、それで貴重でいろいろ黒が私のインテリアに入ってくるようになりました、ね、これもアルコールランプが入ってます。でもこれ見つける時にこの傘のスタイルと一緒なので、これも一緒に置いたら可愛いだろうなと思って買いました。そんなことでここの空間にあとはグリーンを持ってくることで全体の調和が取れてるんじゃないかなと思います。ここは実は、北欧の洋書がぎっしり詰まってます。でさっきの向こうで見てもらったリビングの棚はイギリス、ほぼイギリスの洋書がぎっしり詰まっています。どちらもメインはお庭なんですけれども、食であったり、あとインテリアの洋書もたくさんあります。ここはね、少し、子どもたちに読んでもらいたい絵本も集めてるコーナーもあります。でブラインドは木のねブラインドで、光を調整できるように木でね閉じた時が木がいいなと思って木でしています。だからうちの窓が25年前につけた時に、カナダのメーカーの冊子で断熱してるのが日本にはほぼほぼなかったので、家をね高気密高断熱で建てたいと私の、友人の建築会社さんがそういう思考でやってたので、必然的にカナダの冊子になったんですけども、で選ぶのがあまりなくて、外が白で中が木枠になっています。だからそこはちょっと甘いんですけど、今頃だともっとシャープにねモダンに家ができるかなと思うんだけど、うちはここでちょっと優しさとかナチュラルさが出てるかなと思います。なのでそれに合わせてここはウッドのブラインドにしています。で実はここにもね、後から見える方の山口一郎さんの絵のちっちゃいのが実はいますね。でカーテンはですね、もう本当にカーテンレールがよそとは違ってて、1枚の薄いカーテンでレースではないんだけれども、ケースメントその間ですね、重たくもなく軽くもなく、カーテンレールが後から取り付けられなかったので、一番最初に私はカーテンのない家に住みます、庭を見ながら住みたいからとかって建てたんですけど、最後の方になってきて、ってもう夜はちょっと外からも見えるし、これはいけないなと思ってカーテンレールをつけようと思っても下地がなかったので、端から端までワイヤーを通してもらって、カーテンも軽いものを選んでつけています。でもこれがすごいお気に入りです。夜は一面真っ白の壁ができます。この子は実は25年前に作った、実はこっちを突然事務所にしなきゃいけなくなったんですね。借りてた事務所がレストランになるから出て行ってほしいって言われて、で急遽家建ててたので、事務所を家に持ってきて、子育てしながらそれもあるかなと思って、でその時にこの収納は、間仕切り代わりに壁代わりに作ったものです。で家族の生活する場所と事務所を大工さんで壁を仕切るんではなくて、いつでも動かせるようにと思って、でこの、両面綺麗なんですね。そういう収納家具で動かせる、下はなんかタイヤというかコマがついています。そういうものを作って、でその時に見てた洋書を後から見せますけど、この事務所を作るにあたってやっぱり参考にした洋書がございまして、でその時はその洋書を主に見倒し主にとか主にそっちに向けてインテリアを考えていきました。それは北欧ではなかったです。イギリスです。でここはもう今収納庫として私のレッスンの材料が本当にもう見せたら恥ずかしいんですけど、ぎっしりと本当にぎっしり所狭しとこうやって入っています。実はそうなの。
実はそんな風に全部こうレッスンの材料がここにぎっしり入れてやって、でもやっぱりそういうのは隠した方がいいのでちょうど重宝しています。だから間仕切り壁で作った収納庫が今は本当の収納庫になっています。そうですね、そんな感じかな。でも買ってきたものをねもういっぱい飾ってますね。私もねこれね北欧で仕入れたいけどとても高いじょうろなんですね。で1個だけ自分に買ってきたものとか、もう本当にこの上もそうなんだけれども全て思い出のものを飾っています。じょうろもそうですけど植木鉢とかも海外で見つけたものを使わずにちょっと飾りとして上は使っています。最近なんか観葉植物の吊るし物が増えてきています。でもセージ色で色を揃えてやるとグリーン何入れても可愛いなと思ってもっと増えそうです、吊るし物が。まあね、どんどん変わってきてるんですね。インテリアの自分の好みもそうですし、まあ本当に最初はここが事務所でテーブルがあって本当に机でしたね、デスクがあってっていうところから始まって、ガーデンズライフ1とかを見たら分かります。ここが事務所が映っています。でどんどん変化していって今はもうサロンになってここでレッスンをしています。取り替えたのはフリースがボロボロにしたからです。でしたくなったかなっていうタイミングで張り替えをしました。その時にここにあったクッションも変えないと合わなかったので、これのチェスト、これでなんか物を入れられるんですけども、これとこれをいろんな布の中から選びました。海外の布何種類か用意してもらってそこからチョイスしてこれを選んだんですね。可愛いでしょ。で、これは京都で歩いてて見つけた画廊で見つけたチューリップの絵なんですけれども、木画のような感じ、そういう手法で描かれた方の絵なんで、それを買って帰って額装をしました。これはデュエルさんのレッスン由美先生に来ていただいて、作ったチューリップ、ね、だからここチューリップのコーナー、年中チューリップのコーナーになっています。本当は四季それぞれここの絵が変えたりこれが変わるようにしたいなっていうのが私の今の目標です。でちっちゃい子もう一個お迎えして夜ここでよく私は、フレースと一緒にくつろいでいます。だから本を読んだりするのでここで明かりがあるような形でここに持ってきています。でこれもいつかは変えようと思ってるんですけれども、さっきの向こうでレネのデンマークの椅子をお話ししましたけれども、そこのテーブルでした。ずっともうここで置いておりますけど、いつかはここも素敵なものを見つけたいなと思っています。ただ本当にガーデン用なので私の家にはぴったりじゃないかなとは思ってるんですね。あとグリーンと、ガラスに入れたグリーンですね。ポットのカバーも私の中では陶器だけじゃなくてこういうガラスがいいなと思ってるんです。だからそれにもうポンと入れてるだけです。これはこの間7月のガーデンズライフレッスンで作った明かりです。僕はピーちゃんです。あら、好きって言ってくれました。ピーちゃん、おしゃべりがね、大好きなのね。私が喋り出すといっぱい喋ってよ。皆さんごめんなさい。ね、はい、ピーちゃん。はい。この鳥かごはね、イギリスの鳥かごです。
でこんな大きなのいらないと思ったけど、まあここに来てちょうどいい感じでピーちゃんも長生きしてくれています。ピーちゃん、ほら、おいで。来る、おいで。手にね、止まることはできるんですね。今はね、はい、止まりたくないね。はい、降りてきてここまで来てくれたら止まるんですね。はい。で、まあ見つけたこのアスティユのインコのガとか、なんかもう季節のアジサイを刺したりして、この辺も鳥シリーズにしたいなと思っています。デンマークで見つけたボタニカルアートじゃなくて鳥のボタニカルみたいなのがあったんですね。それを今買ってて、今学装を預けています。はい、ピーちゃん、はい。この子は小桜インコです。はい、ピーちゃん。自分のことをピーちゃんって言えるんですけど、たまにね、突然ピーちゃんって言います。よいしょっと。ね。この子はもう少し9月が経つと2歳になります。ピーちゃん。イタリアングレーハウンドのグレースです。ね、女の子なの。でもとってもおてんばで、人が大好きで、やんちゃです。なかなか動画にもならないし、写真にもするのが難しいぐらい動き回ってます。ね。女の子だけど男の子に間違われます。でもうちのインテリアにもぴったりな色です。だからまあ彼女のカラーがうちのインテリアに今なってるのかなですね。うん。